こんにちは、ほうせんです。本日はペン字練習の極意ということで、これからペン字を学びたい、もう学んでいるけどもう少し詳しく知りたいという方のために、ボールペンや万年筆を使って書くペン字の代表的な練習方法3つについて紹介していこうと思います。今回は前編ということで、一番上の投射練習、こちらについて詳しく解説していきます。本日の流れはこちらになります。まず代表的な練習方法についてお伝えした後、投射練習に必要なもの、そして実際に投射練習をする上で、気をつけることを字の解説を交えつつ紹介していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。本日もよろしくお願いいたします。それでは早速始めます。はい、それではペン字の代表的な練習方法についてお伝えしていきます。1つ目、投射練習。2つ目、臨書練習。3つ目は暗書練習と言います。こちら単に臨書ですとか暗書、このように使う場合が多いです。では一つずつ見ていきたいと思います。まず投射練習というのは、お手本の上に練習用紙を載せて写し書きをするという方法です。こちら字の形を覚えるのに役立ちます。続いて2番の臨書練習。こちらはお手本を脇に置いて、そのお手本を一度頭に入れ、そして練習用紙に書くという方法です。こちら一番実力がつく練習方法と言われています。3番の暗書練習はお手本を見ないで書く。この暗書をマスターした時、ペン字が上達したことになります。ただこの3つの練習方法、メリットばかりではないんです。メリットもあればデメリットもあります。ですから一番実力がつく2番の臨書練習を中心に行いながら、1番の投射練習や3番の暗書練習も行うことにより、学習の効率を上げることができます。今回の動画では1番の投射練習について詳しく見ていきたいと思います。では1番の投射練習、お手本を写し書きする方法ですが、メリットは先ほどお伝えした通り、字の形を覚えるのに非常に役立ちます。ただデメリットが2点ございまして、1つ目は写し書きをしたものをお清書に出してしまう方がいるということです。こちらは皆様ご自身で出さないように気をつけていただきたいんですが、2つ目のデメリットが技術の定着が難しいということです。投射をした後に、練習用紙に数回書くと残念ながら元の字に戻ってしまいます。ただこちらの投射練習、私はよく行います。字の形を覚えると同時に、他の練習方法だと気づけなかった点に気づける、そういうメリットがありますので、ぜひ練習に取り入れることをお勧めします。それでは投射練習に必要なものをお伝えします。まずボールペンや万年筆、そしてお手本が大切なんですが、皆様それぞれご自身の目的に合わせたものを実際の大きさ、そして紙媒体でご準備ください。写して書く上から重ねる紙に関しては、このようにかなり透ける紙がございましたら、こちらが望ましいですが、もしなければ、こちらの紙はコピー用紙になります。この紙でも字が透けて見えましたし、便箋などでも代用可能かと思います。こちらの3点、ペンと実際の大きさのお手本と白い紙ご準備ください。はい、それでは投射練習をする上で気をつけることについてお伝えします。それは字の練習をするにあたって点や線の組み立てを曖昧にしないことです。まず、実際にひらがなを見ていこうと思います。画面中央をご覧ください。この2つのひらがなのとは、書き始めの位置や1画目から2画目のつながり、
そしてこちらの曲がりも字の形が全くと言っていいほど違います。このようにひらがなを書くときは画数が少なくても線の運び方には注意が必要です。特にひらがなは曲線が難しく、角度によって字の印象がガラリと変わりますから、投写練習を行って感覚をつかむことは非常に有効な練習方法だと思います。続いて漢字を見ていきます。こちらの画面をご覧ください。このひの字の三画目、この三画目を書くときは中の部分、間隔を揃えながら書き進めますから、一画目の縦の線の真ん中から書き始めよう、そう思っている方が多いと思うんですが、実は三画目の書き始めの位置は一画目の縦の線の真ん中ではありません。こちらの字は1画目と2画目の最後、縦の方向に下へ出しますから、その出す長さを考慮して1画目の縦の線の真ん中より少し上から書き始めます。こちらの画像をご覧ください。こちらペンではなく筆で書いていますが、分かりやすかったので参考に添付しておきます。残暑見舞いの書き方を解説した動画でちょうどひの字の説明をしているところです。矢印をつけたひの字の三画目が一画目の縦の線の真ん中よりかなり高い位置から書き始めているという点、ご理解いただけるかと思います。このようにお手本を練習用紙の隣に置く臨書ではなかなか気づくことができなかったところも、投写練習を注意深く行うことにより、いつも書いている字との違いを感じて線や点の正しい位置や形に気づくきっかけになります。具体的には線や点の角度や長さ、文字の大きさ、そして正しい中心の位置を体感することができます。加えて筆圧、そして緩急、こちらは早くペンを運ぶところと遅くペンを運ぶところです。そして筆脈、こちらは線のつながりですとか流れのようなものです。例えば1画目から2画目、2画目から3画目というような、実際には線はつながっていなくても決して途切れることがない流れのようなものを投写練習をすることによって感じることができると思います。はい、今回は一番上の投写練習について詳しく解説しました。後編では一番実力がつく練習方法と言われている臨書について詳しく解説します。興味がある方はぜひそちらもご覧になってください。いかがでしたでしょうか。ぜひこの投写練習取り入れてみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。私が運営する本線書道チャンネルでは、日常で使える字の書き方を中心に動画投稿をしています。もしこの動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、そして高評価ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。